様こんにちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回紹介する動画は20センチカットクロス2枚で作る第4弾最終回になります。今回も2作品紹介させていただきますので、よかったら最後までご覧ください。まずね、1つ目は定番の巾着からまん丸の可愛い形が完成しました。2つ目は本当はね、形を変えた同じ巾着ポーチを紹介するつもりで裁断までしていたんですけれども、急遽ね形を変えて布トレイに変身しました。制作中に行方不明になりがちな小物の収納とか、あとねスマホの一時置きなどにも活用できそうです。こちらも事前にアンケートにご協力いただきました皆様からのリクエストに合わせて制作をさせていただいています。ご協力いただきました皆様、本当にありがとうございます。2枚のカットクロスからどんな風に変化していくかをまた一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。即席ながらね、結構ねおしゃれな仕上がりになったかなってね、自分的には大満足なレシピになっていますので、皆様にも気に入っていただけたら嬉しいです。それから今回も目次をつけていますので、お好きなところからご覧ください。それから今回紹介の生地は鎌倉スワニー様とのコラボ布第2弾で9月から全国発売となる生地です。発売まで楽しみにしていてください。動画の最後には開講中のミルームオンライン講座から新規入会キャンペーンのお得な紹介がございますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速始めていきましょう。それでは準備するパーツの紹介です。今回は同じサイズで裁断をしていますので、裁断方法は省略させていただきます。まずこちらがループに使用します。こちらは本体に使用していきます。ループは幅4センチ、本体は16センチになります。いずれも20センチの20センチ四方のカットクロスから切り出したものになります。それから20ミリのキーリング、こちらも毎回登場しているのと同じものですね。そしてピスネームになります。幅は2センチ、縦4センチのものを使用します。お好みでご準備ください。今回も内布と外布と同じ明朝キャンバスで仕上げていきます。同じように仕上げる場合はシーチングでも作ることができますので、ぜひお手持ちの生地で試してみてください。それではまず最初にループから仕上げていきます。こちらのループのつなぎ方ですね、今回ここでもいいんですけれども、せっかくなので前回やった方法で紹介していきます。まず斜めにこうね、半分に折ります。こんな感じで折ったら、折ったところに線を引きましょう。この方法は前回ショルダーの時に紹介しているのと同じやり方です。こんな風につなげていきますので、ここからこうやってパタンとやってこの部分を縫っていきます。それでは1センチ先に針を下ろして返し縫いからスタートしましょう。線の上を縫っていきます。じゃあ縫い終えるとこんな感じでつながっていきますので、この縫い方は前回の動画で詳しく紹介していますので、そちらの方まだの方はご覧になってみてください。そうしたら縫ったところを7ミリほど残して縫い代を切ります。そしたら縫い代を開いてアイロンをかけていきます。で平らにしたらこれを四つ折りにしていきましょう。まず2つ折りにして、はい、じゃあ1回開いてこの折り目に合わせて両端を畳んでいきます。でもう一度2つ折りにします。そしたらこの際を縫います。そしたら1センチほど先に針を下ろしましょう。押さえを下げて返し縫いからスタートします。端まで来たら返し縫いして終わりになります。それでは本体を縫います。まず合い印をつけていきます。こちらの柄の方に合い印をつけていきます。まず2つ折りにして中央のところにちょっと折り目をつけましょ
折り目をつけたら真ん中のところですね、ここに印をつけておきます。そしたらこの印から2センチずつに印をつけます。中央から2センチずつに印をつけましょう。そしたらこれをそのまま2つ折りにして端を揃えたら、この中央のところ以外ですね、この2箇所2センチのところ、印つけたところだけ切り込みを入れます。5ミリほどの深さで切り込みを入れましょう。そしたら一度広げて、反対側に印がついたと思いますので、今度は見えるようにペンで印をさらにもう一回つけておきます。では、このように印が両側についたところで、こちらの生地を表面にして中表に重ねます。表面同士が重なっている状態です。そしたら周囲を待ち針で留めていきましょう。ちょうどこの書いた合い印のところにも待ち針を留めておきます。そしたら周囲を1センチで縫います。その時ここの今合い印をつけた部分は縫わないようにしますので、×を書いておきましょう。間違えて縫わないようにします。ここがね、返し口になってきます。まず1回はここからここまで縫って、今度はここからここまで縫うというふうに2回に分けて縫っていきます。はい、それではこの待ち針を留めてるところですね、合い印のところに針を刺しましょう。で待ち針を抜いて押さえを下げます。ここを縫い始めにします。そして、マスキングテープがある方はですね、この10のところにマスキングテープ長めに貼っておくといいですよ。職業用ミシンの方はこの針基板など目安にしてみてください。それでは3目前に進めて、はい、で3目下がります。はい、でこの後は前に進んで、ここは30縫いしていきます。ちょうどね、紐が通す部分とあと返し口になりますので、しっかりと返し縫いを入れておいてください。そしたら縫い終わりのところもこの合い印のところでピタッと留めます。はい、そしたら返し縫いします。そしたらもう一回3目前に進んで糸を切ります。はい、縫い終えたところです。こんな感じで、ここ返し口になりますので、しっかりとここの部分ですね、開き口のところは返し縫いしっかり入れておきましょう。反対側はこのようになっています。そしたらこの部分にカーブを入れていきます。今回使う定規はこちら、ミラクルハンドメイド定規のここの部分ですね、7センチのカーブになります。でこのようにここの縫った線ですね、直線のところにこうカーブのところを当てていきます。この定規がない場合はお皿など代用してください。そしたらここをね、四隅同じようにしてこうカーブを描いていきます。こんな風にして反対側も同じようにして描きます。はい、それでは今描いた線のところにですね、こちらのビスネームを挟みますので、1箇所のカーブだけはカットしておきます。これは出来上がりを想定してこんな感じになりますので、こんな風にして時に見えるイメージで右側につけたいと思いますので、そうなる場合はこちら側にビスネームがこうつくようになります。なのでこちら側の方をカットしていきます。だいたい縫い代をですね、7ミリほど残してカットしていきましょう。では、これでちょっと隙間ができたところでこのピスネームを挟んでいきます。ピスネーム挟む時は今度縫い代浅くなりますので、ちょっとだけ2ミリほどですね、見えるようにしておくと綺麗に仕上がっていくかと思います。はい、こんな感じですね。タブを留めたところです。そしたらこのカーブのところ4箇所ですね、縫っていきます。最初は必ず返し縫いをして縫っていきます。
そしたらそのままカーブの終わりのところ、ここの平らな部分も続けて縫っていきましょう。はい、ではもう一回ですね、同じように縫っていきます。最初と最後は返し縫いします。はい、縫い終えたところになります。この部分は重なりがね、またミシン目の重なりがありますけれども、こんな風に周囲を縫ってからこのカーブを縫うとずれにくくなりますので、縫いやすくもなりますので、是非この方法で試してみてください。ちょっとね、二度手間な感じはありますけどね、気にしないでいきましょう。そしたら周囲を7ミリでカットしていきます。最初ね1センチで縫っていますので、この部分をこう少し切り落とすような感じですね。紐通しのところは縫い代はできるだけ多く取りたいので1センチ残しておきます。その他の部分は7ミリにしてカットしておきましょう。はい、そしたらこのカーブのところですね、表になる部分にカーブ切り込み入れていきます。だいたい7ミリ間隔でミシン目の際まで切り込みを入れましょう。切り込みの深さは結構ね深めですね。こんな風に入れておきましょう。で内袋の方はやらなくてもいいんですけれども、ちょっとカットしておくと内側に入れた時にちょっとごわつきが解消されますので、少しカットしておきましょう。ミシン目切らないように気をつけてください。そしたらアイロンをかけていきます。これはアイロンは内側になるのはこちらの反対側になりますので、表側のみで大丈夫です。カーブがきれいに出るようにこのように畳んで折り目をつけておきます。折り目をつけるときはアイロンの先っぽのところを使うといいですよ。はい、そしたら反対側は反対になるようにしてやっておくといいかもしれない。今回は待ちがないので、そのまま内側に入った時に縫い代が内側で交互になれば綺麗にねきっと仕上がると思いますので、今回はちょっとこの方法で試してみましょう。はい、そしたら表に返していきます。表に返すのはこの部分ですね。ここが返し口になりますので、ちょっと狭いんですけれども頑張って、表にしていきましょう。これねシーチングで作ってるとスイスイって出てくるんですけど、ちょっと目朝キャンバスだとねちょっと硬くなりますね。でアイロンのところでやってくださいね。またちょっとシワになりますので、そしたらまたアイロンでシワを取っていきますよ。はい、表に出てきました。まん丸がねカーブが綺麗に出てきますね。そしたらこの表側にするのにタブをこうつけたと思います。今右側にねひっくり返すと右側になってますので、右側についてるのを確認したら、返し口のところを持ったらこのままここを2つ折りにこうやってつまみましょう。つまんだらこれを内側に入れます。これから紐通し口を縫っていきます。そしたらもう一度アイロンのちょっと余熱を使って形を整えておきます。はい、そしたら待ち針で留めて、この脇からぐるっと一周縫って、ここの脇で縫い止まるようにします。端から2センチのところを縫っていきます。そしたら、この針基板を使って20のところに、布の端を合わせていきます。マスキングテープなどでガイドにしてもいいと思います。はい、そしたら反対側の紐通しの脇のところを一回返し縫いしましょう。はい、それでもう一回前に進んでいきます。
そしたら最初の糸を切ります。最後のところは縫い目を重ねて返し縫いします。ここの縫い始めのところと反対側も返し縫いをしたところです。結構紐通しのところはこう、糸がほつれやすいので補強のために留めています。それでは紐を通していきます。その時にキーリングも使えますので、もしお手持ちの方はご用意ください。はい、紐はねこんな感じでつながってますね。それで今回仕上げとしてできればこうね交互になる方が面白いなと思うので、最初にこの花柄の方を掴んで内側に入れていきます。で縫ってるところが下になるようにして入れていきましょう。はい、ではこんな風に紐を通し終えたところでキーリングを内側に入れておきましょう。そしたら今ここでピタッと仕上がりはこのような感じになるんですけれども、この先っぽの部分を内側に入れます。こんな風にちょっとハートマークを作ってみてください。そしたらくるっとひっくり返してこの端から1センチのところを縫いましょう。で細いループなどを縫う時はこのループの真ん中に最初に針を刺して前に進めて縫っていきます。ちょっと厚みがありますけどね、そのまま返し縫いしちゃいましょう。はい、でもう一回前に進めます。では縫い終えたところでまたひっくり返します。ひっくり返して元の状態に戻すとこのぐらいになってると思います。そしたらキーリングを動かしてきてこのところですね、ピタッとこう上に上げて縫い代を倒します。こんな風になります。そしたらここの段のところを縫います。はい、いかがだったでしょうか。これで完成になります。最後こんな風にキーリングをここに留めてみました。はい、ちょっとねこれ目安キャンバスなので結構ギュギュッとやらないとねゴワゴワしちゃってますけれども、なんか今回こちらをテーマにしてますのでこんな感じで仕上げてみましたけれども、皆様はねお手持ちのシーチング生地などで試してみてくださいね。こういう風にねちょっとプレゼントなどにもおすすめの小さなミニ巾着になりました。20センチのカットクロスでなんとかね作れましたので、皆様も是非参考にしてみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは早速2作品目紹介していきたいと思います。よかったら裁断方法からご覧いただいて一緒に作ってみてください。それでは早速始めていきましょう。準備するパーツの紹介は、同じく20センチのカットクロス2枚になります。素材も綿麻キャンバスになっています。同じく 20mm タイプのキーリングと同じく横2センチ縦4センチのピスネームを使用していきます。それでは今回は生地方向がないものでおすすめをします。というのもこう斜めに使っていきますので、こんな感じで仕上がっていくのを想定しながら生地方向のないものを選んでみてください。まず半分に折ります。これ切り方はもう1枚の方も同じになります。これねカッティングマットを使っていますけれどもロータリーカッターも使っていきます。端から2センチこの輪のところで合わせましょう。はい、それではですねこのようにカットされたところでパーツをこういうふうにちょっと並べてみましょう。交互になるようにしてこの直線になっているところを合わせていきます。そうするとこんな感じで仕上がっていきますので、こんな感じをイメージして縫ってつなげていきます。そしたらこちらとこちらをまず重ねます。そしたら反対側もこちらとこちらを重ねてこんな感じですね。こういう風に交互になるように待ち針で留めていきます。
そしたら端から7ミリずつ縫っていきます。そしたら1センチ先に針を下ろして返し縫いから縫います。もう1枚も同じようにして縫いましょう。それではこのままこの状態から進めていきます。そしたら1回こう倒して、縫い代はこの明朝キャンバスの方、こちらのきなり側に倒します。もう1枚も同じようにして倒して、縫い代は開かずにこのきなり側に倒します。柄布側に倒していきます。そしたら際をそれぞれ縫います。それぞれ同じようにして際を縫い終えたところになります。そしたらこれを中表に重ねましょう。そうするとちょうどここの厚みのところが分散されて、ここの部分ですね、平らになってきます。そしたら待ち針で留めていきます。そしたら端から端まで先ほどと同じように7ミリで縫います。はい、ではこんな感じで縫い終えたところで、縫い代を今度は開いていきます。そしたら表からもしっかりとアイロンをかけておきましょう。そしたら今度は両側の際を縫いましょう。はい、ではこんな感じで両側の際を縫い終えたところです。そしたらこのね、はみ出た部分カットしておきましょう。はい、そうしたら最初に切ったこちらの部分ですね、これをここに合わせていきますので、こうやって重ねてまず7ミリで縫いましょう。はい、では7ミリで縫い終えたところです。そしたら縫い代を倒します。肩倒しにしてこのきなり側の柄の方向に倒しましょう。そしたらここまだ長さが決まってないので、ここを切り揃えていきます。余分な部分をカットしましょう。そしたら今度は際を縫います。はい、際縫い終えたところになります。実を言うとですね、裁断の時はまだ巾着を作ろうと思っていたんですけれども、ちょっとね、違うものを作ろうと思って今作りながら模索しながら作ってるところです。ちょっと仕上がりも一緒に楽しみながら進めていこうと思います。で、今こちらつなげたところで、今度反対側もつなげていきます。これまだ試作をねしていないので、私も仕上がりちょっと楽しみです。想像しながら作っていってます。反対側も同じようにして7ミリで縫って際を縫います。際はねちょっと筒になってるから少しやりにくさがあると思うんですけれども、頑張って縫ってみましょう。そしたら同じようにして7ミリを縫います。そしたら際を縫いましょ
ちょっと細いので筒状になってやりにくくなります。もう少しなのでね、頑張りましょう。もう少しなのかな、わかんないけどちょっと頑張りましょう。縫い込まないように気をつけながら縫っていきましょう。はい、そうしたらこんな感じで筒になっています。ではアイロンでまたこちらもねループを作っていきます。四つ折りにして先ほど巾着を作った時と同じようにして作っていきましょう。そしたら際を縫います。はい、じゃあ片側だけ縫い終えたところになります。そしたら端っこを切り落として、これはね少ししか使わないんですけれども7センチにしてカットします。余った部分はねもう使わないんですけれども、何かに役立ててみてください。はい、そしたらキーリングを通します。で通したら今回はこうやってつなげるとだいぶ厚みが増してちょっと大変なので、こんな感じにして合わせていこうと思います。まず、こちらですね、縫い終えたところのこの筒状のところに合い印を入れていきます。2つ折りにして、さっきね縫ったここの部分ですね、この部分をちょっと揃えて反対側の輪のところを V でカットしましょう。反対側も同じようにして中央に合い印を入れます。はい、こんな感じですね。そしたらここにこうやって留めようかなと思います。こんな感じにして留めますので、ここで一回仮留めをしましょう。はい、じゃあこんな感じで端から 5mm のところで仮留めができたところです。同じようにしてこのピスネームもここにこの脇にピタッと揃えるようにして留めます。はい、では、これで全てのねパーツが揃ったところで一度裏にします。裏にしたらこの部分ですね、この中央と中央を揃えます。そしたら反対側も同じようにして留めます。で反対側は返し口が必要になりますので、この下の部分4センチほど開けておきましょう。ここからここは縫わないというふうに印をつけておきます。そしたらそれ以外のところは1センチ縫います。さあどんなふうに仕上がっていくのでしょうか。ちょっと楽しみですね。最初と最後は返し縫いをしてください。ここにキーリングがありますので縫い込まないように気をつけてください。はい、では1センチ縫い終えたところで返し口から表にしていきます。で表に返す時に角はすべて内側から出しておきます。このようにこう畳んで、ここからぐっと中に入れて目打ちの先でねちょんちょんとこう押し出しておきます。そうすると表にする時に角すごくね綺麗に仕上がってきますので、表にする前にこれをやっておくといいですよ。そしたら返していきましょう。あともう少しなんですけどね、もうちょっとミシンやります。はい、そうするとね角がねもう綺麗な状態で表に出てきます。はい、それではアイロンをかけていきます。はい、ではこんな感じでアイロンで整ったところで返し口を閉じていきます。返し口は手縫いでこの字とじにします。まず針をこう内側から入れて玉結びを内側に隠していきます。そしたらこの字とじは
こうやって糸を自分の手前の方にやったら、やったところからこう山をすくうようにして、だいたいですね2ミリぐらいを目安にすくって、今度反対側に糸を渡したら、反対側渡したところからこう糸をすくうようにして、これを交互に繰り返しながら縫っていきます。斜めに縫うとまた違うまつり縫いになりますので、こうやってこの字に縫うことでミシン目と同じような感じの仕上がりになっていきます。じゃあ縫い終わりのところまで来たら、ちょっと糸をギューッと引っ張っていくと、もうね縫いながらしっかり詰まってきましたけれども、縫い目が見えない仕上げ方になります。縫い終わりのところは一回ちょっとひっくり返して、一目ですね、内側から針を刺して玉結びをします。そしたら玉を隠すように内側に入れましょう。でちょっと違うところから針を出して、ここでピピッと引っ張ると玉がきれいに隠れてくれます。そしたら根元から糸を切ります。はい、それでは最後ね、仕上げになります。今度は四隅をつまんでいきます。このままで使いたい場合はこのままで完成でももちろん大丈夫です。コースターにしたりとか、反対面を使って楽しんでいただいてもいいですし、例えばこうやって2つ折りにして両側を縫うとカードホルダーにもなります。で今回は小物入れとして使いたいので、こちらもねリクエストがあった小物入れ、こういう風にしてつまんでいきます。これね大体何センチにしようかなと思ったんですけど、もうタブをここで挟んでしまったので、こうやって2つ折りにした時に縫えるギリギリの位置になりますので、だいたい2センチぐらいですかね。最後はちょっと布は面白い感じになりましたけれども、こんな感じの仕上がりになりますので、あと少しもうちょっとだけ頑張りましょう。はい、そうしたらですね、針基板は縦の線と横の線があるんですけれども、今度はこの横の線を見ていってください。印を特につけませんので、2センチのところとこの90度になっているところですね、この横線と交わっているところ、ここにこの角のところを合わせます。はい、そしたら針を下ろして縫います。はい、そうするとねまっすぐ縫うことができますので、あとの3箇所も同じようにして縫っていきましょう。はい、これで完成になります。いかがだったでしょうか。こういうふうにねトレを作る場合はだいたいここに四隅にねこう四角くステッチを入れるんですけれども、今回はねその作業をちょっと省きました。っていうのも皆さんがちょっとね仕上げる時にコースターとかする場合はここにねステッチが入ってるとちょっとね邪魔になっちゃうんですよね。なので今回はあえてちょっとフリーな感じで仕上げております。こうやってキーリングがついてるとこう収納する時にもね引っ掛けていざって時に使えるようにこうぶら下げておけるので、あえてねここにつけてみましたけれども、別にねこれはなくってもねもちろん大丈夫なんですけれども、一応今回も材料が統一されているということで全てね同じ材料で仕上げてみたところです。皆様いかがだったでしょうか。裏面までどういう風になってるかっていうとこんな感じです。一本のねラインみたいな感じの仕上げ方になってます。でちょっとねそのまま作れば簡単にできちゃうこういうねトレーなんですけれども、こういう風な作り方にするとちょっとね見た目も変わって、裏表もね雰囲気が変わって、作りたいものが途中で変わってくるかもしれないので、是非今回の動画も参考にしていただけたらと思います。こんな感じでお道具が置けますね。こんな風にしてちょうどいいサイズ感じゃないでしょうかね。なんか1枚で作ってもいいけど、こういう風に合わせるとまたね遊び心があって楽しいと思います。今回急遽ね形を変えたんですけれども、本当はこの巾着と同じようにこういうねちょっといちごみたいな感じの
作り方でやろうかなっていうふうに思ったんですけれども、最後の回になるので巾着が2つよりはやっぱりねこうちょっと違うものにした方がいいなということで、今回はこちらに急遽ね裁断の時からちょっと変えようかなってことで変えてみました。なのでちょっと私も作りながら模索しながらやっていたわけなんですけれども、最後はねいい形で終わることができてよかったです。今回の動画はいかがだったでしょうか。今回は全4回ですね。で全て2作品ずつ紹介していますので8作品になりました。この後ね皆様に、ね、見やすいようにね総集編として全部まとめた動画を1本で作ってみようかなっていうふうにも思っていますので、まだねこれから作る方はねそういう動画もぜひお役立ていただけたらと思います。同じ材料で作り方を全て変えただけで8種類の布小物を紹介させていただきました。それから今回はあえて道具っていうか副次第ですね、ゴムとかファスナーとか一切使わないでできるものということで紹介させていただいています。よかったら今回の動画も参考にしていただいて、これまで紹介してきたものもぜひ皆様の作品作りにお役立てください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。お疲れ様でした。最後に開講中のミルームオンライン講座からお知らせがございます。今回ですね、珍しくキャンペーンをやっておりまして、期間限定になるんですけれども、7月3日まで受講された方の限定の特典になるんですけれども、今回こちらの今表示されているリンク先から期間中にお申し込みいただいた新規会員様は入会金が7700円、その事務手数料が3300円、合計で1万1000円が無料になるというキャンペーンを開催中です。こちらは新規会員様に限定されるんですけれども、キットの価格が 20% オフになるというキャンペーンも同時で開催されています。こちらはご新規の方も既存会員様も 20% オフでお買い求めいただけますので、ぜひこの機会にご検討ください。リンクはですね、概要欄の方に貼っておきますので、必ずそちらのリンクからお申し込みいただくようにお願いします。こちらの講座は超初心者っていうことで、水通し作業からミシンの使い方、糸調子の方法、裁断方法、まっすぐ切る方法など丁寧に紹介していますので、3つのアイテムを作りながら少しずつ上達して皆様の日常使いできるアイテムが作れるようになっている講座になりますので、ぜひこの機会にご検討いただけたらと思います。こちらのリンク先限定のキャンペーンになりますので、最初はこの入門講座というふうにはなりますけれども、すべてのこれまで公開してきたすべての講座をご覧いただくことができますので、ぜひですねこちらの講座ご受講後、ご受講前でもいいですけれども、いろんな講座、裁縫ポーチなども紹介していますので、ぜひこの機会にご利用ください。それからサブチャンネルの方では旅動画の方を配信しております。よかったら旅好きの方ご覧いただけたら嬉しいです。